はい、お世話になっております野良です。今回来ているのはおばあちゃんの原宿こと巣鴨です。山手線の上の方の駅であり、池袋の2つ隣ですね。老人の帝国としてテレビでもよく特集されたりするんで、なんとなくイメージを知ってる人も多いんじゃないかなって思います。でまずは JR 巣鴨駅ですが、駅ビルにアトレビが入ってますね。そんなに大きくないんですけれども、飲食店とかパン屋、菓子屋、あとカフェとかスーパーの成城石井、あと無印なんかが入っています。若者向けっていうよりはやっぱりシニア向けのショップが多いですかね。そしたら街へ繰り出しますが、駅を出ると目の前に白山通りっていう大きな通りが通っています。これはかなりの交通量ですね。で駅の隣にはすぐ、隣に交番も立ってますね。巣鴨は高齢者が多い町なんで、落ち着いた雰囲気で治安は比較的いい方だと言われています。でまずはですね、巣鴨の顔でもある、地蔵通り商店街っていうスポットへ向かいます。そこがおばあちゃんの原宿というか、おばあちゃんの竹下通りみたいな商店街ですね。駅を出てこの白山通りを北方面に少し歩いた場所にあります。で歩いてみると、この白山通り沿いにも飲食店とかドラッグストアなど多くのお店が並んでいたり、あとバカでかいアパホテルが建っていたりして、なんか老人の多い街って聞くとちょっとなんか廃れたというか、寂れた印象を持ったりしがちですけれども、思いのほか賑やかで活気がある街っていう空気が漂ってますね。そしてこちらが巣鴨のメインスポットである巣鴨地蔵通り商店街ですね。多くの商業店舗をはじめとして高岩寺っていうお寺とか、あと地元民のための八百屋さんとか日用品、医院、金融機関とか、あらゆるお店が密集しているエリアです。で商店街入ってすぐに目立つ中華そば新規、こちらは関東の人は皆さんご存知の日高屋の別ブランドで、巣鴨に1号店がオープンしたみたいですね。やっぱりこう歩いていても圧倒的に高齢者が多いですね。お店の並びもなんか昭和っぽい懐かしい雰囲気を漂わせていて、なんかこう浅草とか鎌倉に近い空気を感じますね。すると何やら右手に人が並んでいますけれども、こちらは水野の塩大福という有名なお店で、塩大福の発祥のお店と言われています。巣鴨名物なんで、お土産にもぴったりなお菓子ですね。ちょっと気になったので並んで買ってしまいました。定番の塩大福だけでなくて、かなりいろいろなラインナップがありますね。僕はオーソドックスに塩大福にしました。1個120円だったか130円だったかで、サイズ感も手頃ですし、食べ歩きするのにもいいですね。塩味と甘さの加減が絶妙ですんごい美味しいんですけれども、ピントが合ってないことだけがすごい残念ですね。地蔵通りはこうした和菓子とかソフトクリームみたいなスイーツのお店も結構多いんで、食べ歩きが楽しめる場所ですね。ただショッピング系に関しては、お店はやっぱり高齢者向けのお店がほとんどです。あとはうなぎ屋さんとか蕎麦屋さんとか、こういう街の雰囲気だからこそ食べたいお店もたくさんありますね。さらに、地蔵通り商店街は毎月4のつく日、4日と14日と24日には通り全体に露店が出るみたいですね。さらに賑やかになるようですね。とはいえ通りを見ると、スーパーとか八百屋とか魚屋みたいな近隣住民の日常的な買い物用っぽいお店もいろいろとあって、こう観光だけじゃなくて地元に住んでる人の御用達の商店街であることも伺えますね。そして商店街の中盤あたりにはトゲ抜き地蔵の通称で知られる高岩寺っていうお寺があります。こう商店街にふわっとお寺の線香の匂いが漂ってきていいですね。僕この匂い結構好きなんですよね。で門をくぐってまっすぐ進んでいくと、中に大きな本堂があります。この本堂は国の登録有形文化財にも指定されています。トゲ抜き地蔵のご本尊は秘仏となっているため、その姿を直接は見れないんですけれども、本尊を元に作られたおみかげを購入して、それを持ち歩いたりとか、病気のある部分に貼るとご利益があると言われています。そして本堂の脇には荒井観音というのも立っていて、
こちらは治したい病気の場所に水をかけてタオルで拭くとトゲ抜き地蔵のおみかげと同じご利益があるっていうふうに言われています。さて商店街に戻りまして、ここで巣鴨のアクセス情報について触れておきますが、巣鴨は山手線と都営三田線が通っていて、都心へのアクセスは当然ながらめっちゃいいです。山手線はもちろんですけれども、都営三田線を使えば水道橋とか神保町、大手町へも一本で行けるようになります。で、巣鴨は最強路線と言われる山手線の一角ではありますけれども、山手線の中では不人気ゾーンとされる池袋から上野間の駅に入っています。前回動画で紹介した大塚なんかもそうですけど、山手線の中では比較的地味というかちょい古いイメージの街が並ぶゾーンですね。ただそのせいもあってか、山手線の駅にしては家賃や物価が安めなゾーンでもあります。この辺は築年数が古い物件が比較多いっていうのもあるので、そんな巣鴨の家賃相場はこんな感じで、ワンルーム 1K で平均10万切るってだけで、山手線の駅でこれならマシかもしれないですけども、やっぱ高いなって印象ですね。隣の大塚と比べてもちょっと高くなりますよね。ただ巣鴨は線路沿いとか白山通り沿いとか、騒音振動が大きいエリアがあったりとか、あと駅の近くに染井霊園っていうめっちゃでかい墓地があるんで、その周辺であるとか、環境要因で比較的家賃が安めなエリアっていうのが結構多いので、その辺気にならない人であればそういう物件が狙い目ですね。そして商店街に話を戻すと、右手に何やらめっちゃ目立つ赤い店があるんですけれども、こちらは巣鴨名物赤パンツを販売しているマルジですね。開運の赤パンツらしくて、赤いものを身につけると災いとか病が去るって言われているのに基づいているらしくて、赤いパンツとかソックスとかインナー類を売ってるお店です。なんか巣鴨に集うおばあちゃん、通称ガモラーの間では赤パンツは定番アイテムらしいですよ。そして大事なお昼ご飯なんですけれども、商店街の中ほどにある巣鴨で長年愛されている老舗食堂の常盤食堂に来ました。昼時は店の外まで結構並んでたんですけれども、お昼はここで食べようって決めてたんで、昼過ぎまでちょっと待って飽き始めた頃に入りました。ここ巨大なエビフライ定食が有名で、マツコの月曜から夜更かしとかでも紹介していたんですけれども、最近自分は減量で揚げ物禁止令がちょっと出てたんで、アジのたたき定食にしました。フライ系も人気ですけども、刺身も絶品で、プリプリの新鮮な魚を熱々ご飯でいただくのが最高に美味しかったですね。はい、そしたら地蔵通りから駅前に戻りまして、今度は違うエリアを歩きたいと思います。巣鴨はこうして見ると、やっぱり若者向けのおしゃれなお店とかセンスあるお店っていうのがあんまないのが、若い世代にとってはマイナスポイントかもですね。若者向けのアパレルとかもほとんど見ないですし、映画館みたいなレジャー施設もないですし、駅ビルにアトリ入ってますけれども、中は飲食店とか美容サロンみたいなのが多くて、やっぱ若者がショッピングを楽しむっていう感じの場所ではなさそうですね。池袋まで2駅なんで、ショッピングは池袋行けば何でも揃うので、そこまで大きなマイナスってわけではないですけど。で、駅地下には定番のパチンコが並んでますね。そしてそのパチンコの奥にはあんま見慣れない気がする青い声優があります。なんかここ外壁が地獄のように汚いですね。なんだろうこれ。なんか絶望的に廃れた空気感を出す声優ですけど、ここ24時間営業なんで、巣鴨では一番重宝しそうなスーパーではありますね。そして声優からさらに進むと、三菱洋和会巣鴨スポーツセンターというなんか大規模なスポーツ施設があります。なんかこう巣鴨っていうと老人の帝国っていうイメージありますけれども、意外とスポーツ施設が充実している街なんですよね。でこちらのスポーツセンターには人工芝のグラウンドとか、あとプール、トレーニングルーム、ゴルフ練習場なんかも備えていて、で中にはサウナ付きの浴場とかレストランフロアもあります。でここだけじゃなくて、さらにここから5分くらい歩いたところには東京スイミングセンター、通称東水っていう水泳界でオリンピック選手を多数輩出している名門スクールもありますね。そして近いエリアですね、白山通りから一本内側に入ったところには居酒屋とか飲み屋がごちゃごちゃっと並んでいます。
なんかお年寄りが多いからか鳥貴族とかサイゼリアが並んでいて単価安そうなお店が多いっていう印象がありますね。はい、そしたら線路の上を渡って今度は反対側の南口方面を見に行きます。改札出てすぐのところにはサンドラッグとその隣にスーパーのサミットもあります。サミットは24時までですけれども南口側ではメインとなるスーパーですね。そして駅前ロータリーをまっすぐ進んでみると何やら怪しげな雑居ビルが建っている路地がありますね。この通りには店舗型の風俗店が並んでいたり、あとスナックなど夜系のお店が集まっていますね。前回紹介した大塚ほどの規模ではないですけど巣鴨も結構激安ピンで知られていますね。なんかこう元気なおじいちゃんとかが通ってるんですかね。こういうお店が集まった一角があるんでちょっとマイナスイメージではありますけど、この一帯を抜けると結構落ち着いていて格式高い住宅街が広がっています。先ほどの風俗店のエリアを抜けたところですけれども、数分歩いたところに陸義園っていう江戸の二大庭園の一つである名庭園があるのでちょっとそちらに向かっているところです。その陸義園っていうのはかつて三菱財閥の創業者である岩崎弥太郎が持っていたっていう庭園なんですけれども、その陸義園を中心とするこの辺のエリアは大和村っていう風に呼ばれていて、古くは武家屋敷が立ち並んでいた場所で、近代に入ると岩崎弥太郎とか昔の三菱財閥の偉い人たちが居を構えた場所だそうです。歴代の首相も何人かこの一角に居を構えていたっていう格式高い住宅地ですね。確かに歩いていても雰囲気でそれは分かりますし、いかにも資産家っぽい家がゴロゴロと並んでいます。そして巣鴨駅から徒歩10分かもう少しくらいですかね、陸義園の入り口に着きました。陸義園の入り口が巣鴨駅と真逆側になるので入り口までぐるっと回ってくるのに結構時間かかりましたね。で陸義園は入場料が300円かかりますが、ここはコーヒー代だと思って。で、先にも言いましたけれども陸義園は明治時代に三菱財閥の創業者岩崎弥太郎が所有して別邸にも使っていた回遊式庭園ですね。昭和に入ってから現在の東京都に寄贈されて一般公開されるようになりました。で園内は東京ドーム2個分とかなり広くて、春には桜やツツジの花をはじめ秋には紅葉の名所だったりして四季折々の風景を楽しめる名園となっています。これ撮影した時は紅葉シーズンから外れてしまいましたけれども、それでもところどころには綺麗な赤色が残っていて、周り見渡すとカメラガチ勢の人も結構見られましたね。なんかデジャブを感じたんですけど、以前紹介した清澄白河にある清澄庭園と似た雰囲気ですね。都会の中のオアシスって感じです。はい、という感じで最後は陸義園の散歩風景を見ながらまとめたいと思いますけれども、巣鴨は高齢者が多い町で20代30代の人にはちょっと合わない人も多そうですけれども、その反面で比較的落ち着いていて治安もそこまで悪くないっていうのはメリットですね。でもし池袋に通勤通学とか、あるいは池袋が好きで近くに住みたいっていう人にも巣鴨はなくはないですけれども、それなら隣の大塚に住んだ方が徒歩圏内ですし、家賃もさらに大塚の方が安いのでそっちの方がおすすめになるかなっていうふうに思います。巣鴨はおばあちゃんの原宿って言われる通り、高齢者の街といっても決して廃れたような感じではなくて賑やかな感じではあるので、シニアの活気というか賑やかさというか巣鴨らしい空気っていうのがあります。そういう空気というか雰囲気が好きな人にはいいですね。という感じですね。この動画をご覧の方で実際に巣鴨に住んだ経験のある方はぜひ実際の住み心地などコメントしてもらえると嬉しいです。ではまた次の街をレポートしていきたいと思います。ではでは。